Designer Hub。 前回までは社会主義とモリスの政治活動について話してきました。今回はモリスの社会主義者としての活動について話していきます。はい、いよいよ社会主義者としてモリスさんが本格的に活動していくことになります、1883年ですね。なんでもう晩年なんですよね。割と結構もうおじいちゃん近い。そうですね、50代いってるかな、この時ぐらいですね、はい。マルクス主義者ですね、マルクスの言ってることにすごい賛同しますよっていう人たちで、ハインドマンっていう人がいるんですけど、その人が設立した民主連盟という団体に参加します、でこの頃からもうかなりモリスが政治活動に時間を割くようになってしまっていて、紹介の仕事っていうのをあまりできなくなりますね、で代わりにその弟子のダールっていう人がいたみたいなんですけれども、ダールさんにデザインをお願いしていたと、なんですけど、どうもダールはモリスが納得いくデザインを作れない人だったみたいで、この辺りのビジネス側の問題みたいなのも起こし出していきながらのこの政治活動っていうことになっていきます、でモリスやっぱりラスキンとは違ってずっとものを作っていた人だったので、そもそもこう経済学とかそういったお勉強みたいなところについてはあまり知識がなかったので、この民主連盟に入ってからはじゃあ社会主義を実践的に実行していくには何をすればいいかっていうところで、これらのことを学んでいくようになります、でモリスは講演をたくさん行うわけですよね、でマルクスの考えにも触れつつ自分の考える社会主義の在り方みたいなところを展開していきます、でこの頃にはマルクスが亡くなっちゃうんですよね、で1884年に一周期だったらしいんですけど、この一周期に敬意を示す形で、ハイゲート墓地っていう墓地ですね、そこまでの行進っていうのがあったみたいなんですけれども、そういった行進にも参加するぐらいやっぱりマルクスのことをすごく尊敬していたっていうのがわかるかなと思います、でそのモリスの言う社会主義っていうのがやっぱりマルクスの社会主義ってすごく経済学のアプローチが強いわけですよね、科学的に分析していくっていう、この言葉一つ一つの定義をちゃんと提示した上で、じゃあこれの逆はこうでみたいな、これはこういう理由でこのケースに当てはまらないとか、すごく科学的なアプローチで資本主義っていうもののメカニズムを解き明かしていこうっていうのがあると思うんですけれども、モリスの社会主義はどっちかっていうと、その自分の思う芸術と社会とのつながりだったりとか、労働の在り方、労働の質みたいなところに関する彼自身の考えっていうのに基づいているっていう意味で、また全然違うことだろうなというふうに思っています、でモリスもマルクスのその資本論ですよね、彼の書いたすごい有名な著作ですけれども、その資本論を読んだみたいなんですよ、けどやっぱり難しかったみたいで、その歴史的な著述は面白かったが、純粋に経済学のところでは頭が混乱し苦痛だったっていう風にコメントが残ってたりもします。実際に今の資本論とかも読んでも全く分かんないみたいな感じになるのかな。現代人のほとんどの人が同じような感想になると思うし、歴史的な著述を面白いとも思わないんじゃないかなと思いますそうだね、っていうぐらい、僕もちゃんと読んだことないですけど、めちゃくちゃ難しい、難解な書籍ですよね、他にもいろいろモリスは言っていて、芸術の新生、新しく生まれるですよね、芸術の新生の第一歩は労働者の生活状態の向上であるとか、我々がするべきことは現体制を打破し、全ての人が隣人として皆等しく役に立つように平等に働いていける共同の社会を作ることである、このようなことをモリスは言っていたみたいですね、でですね、他にもちょっと著作から引用を持ってきたんですけれども、最後に変化はいつか必ず起きると信じている。しかしその変化が暴力と不正によって起こることをどうしたら防げるのか。暴力と不正は新たな不満を作るだけだから、徐々に破壊していくことを望むっていうことを言ってるんですよ、モリスが、変化はいつか起きるんだろうけど、その手段として暴力とか不正っていうものを使ってほしくないわけですよね、戦争に反対したりもしてるし、じゃあなんかね、フランス革命とかって割と血みどろな世界だったわけじゃないですか、そういったものを否定したいんですよね、彼は、ただじゃあどうしたらそれができるかみたいなとこまではなかなか示すことができない、誰も答えを持ち合わせてなかったと思うんですけれども、そういった意味でやっぱ基本的に理想論者というか、理想主義者だなっていうのは思いますね、で彼のバックグラウンドとしてやっぱもともとお金持ちだったりとかっていうのもあると思うんですよね、やりたいことがコロコロ変わるから、一つの
物事についてこう突き詰めてっていう、それこそ、ね、マルクスだって資本論を書くのにとんでもない時間労力を費やしていて、じゃあなんか彼のパートナーのエンゲルスの支援がなければ彼は資本論を書き上げられなかったってぐらい、もう渾身の作品なわけですよね。で、モリスも普通にものづくりに関してすごく親身に向き合ってものを作ったと思うんですけれども、こういろんなどっちかというとこういろんな分野を試したいっていうような仕事ぶりっていうのはここまでの話でもわかるかなと思っていて、ね、その性格って意味ではやっぱりマルクスとも全然違うし、モリスが社会主義者だからマルクスと同じこと言っていたってわけでも全然ないんだろうなっていうのが僕の感想としてあります。でですね、1884年ですね、この入っていた民主連盟っていう組織がありますよね、これが社会民主連盟っていう風に名前が変わります、でそこからその機関から出た雑誌ですよね、機関誌ジャスティスっていうのがあるんですけど、それに記事を書いたりとかしても活動をしています。これはもう社会主義を広めていこうみたいな。そうですね、こうあるべきだっていう話をいろいろモリス以外にも書いてたと思うんですけど、基本もう当時のやっぱ言論活動って講演とか雑誌とか、YouTube なんてもちろんないのでなんかそういったことですよね、なんで割とこうそれこそ、ね、学生の時も雑誌作ってましたよねモリス、そういった活動に励んでいくと、なんですけれども、突如ですね、このカール・マルクス、マルクスですよね、マルクスのその娘さんでエレノアっていう娘さんがいるんですけれども、だから知り合いなんですよね、同士で彼女と一緒に社会民主連盟にいたのに社会主義同盟っていう別の組織を立ち上げます、というのもこの社会民主連盟に入っていたんですけど意見が食い違ったんですよね、その主催者側のハインドマンっていう人がいたと思うんですけど、ハインドマンはその国会議員をこっから出そうっていう風に言ってたんですよ、なんですけどモリスはその労働者たちのためのこう社会主義教育っていうのをもっと推進すべきだっていうそのやりたいことが割と違っていて対立してしまい、で自分たちはこっちでやるんだっていうのでこの社会主義同盟っていうのを作ります、でさらに活動を続けていくわけですよね。でこの新しい同盟組織の中でそのロマン主義から革命家へっていう宣言書みたいなものを彼が書いたりとか、だからすごい言葉を作っていくのが上手なんじゃないかなっていうのは思うんですよね、なんか政治家に向いてるっていうのはあるのかなとは思うんですけれども、この頃からモリスはその自らをこう実践的社会主義者っていう風に呼ぶようになったりします。でこの組織割とすごくてですね、イングランドの各地に支部ですね、を作っていってですね、1000回以上とか講演してるんですよモリスが。すごいね。とんでもない。これがね20年で1000回とかじゃなくて、全然もっと短い期間でもう50、60 45年とかそう、その範囲でそれぐらい講演をし、こう署名入りで発表した文章っていうのも500近くあると、でそれに加えて詩とか散文とかも作っていた、とんでもなく手を動かす人なんですよね。そうだね、行動力がすごいねやっぱり。なかなかできないですよね。僕もあんまり手が早いタイプのデザイナーじゃないんで、すごく尊敬できるというか、たまにいますよね一生仕事してる人、っていう感じで続けていってたんですけど、やっぱ揉めるんですよねこの人。また組織の中で揉め事が起きてしまって、1889年ですね、ぐらいからこの組織の中でこう無政府主義者ですね、アナーキスト、いわゆるなんか政府なんていらないよねみたいな割とこう過激な主義を持ってる人たちですね、この人たちの意見っていうのがすごい支配的になってきます。でモリスはこの無政府主義には否定的な立場を取っていて、やっぱどうしても彼はこれもまたラスキンと通じますけど、教育を大事にしたんですよね、教育をするためにはそれなりに政府だったりとか公的なそういった組織っていうのは必要じゃないですか、っていうのもあって、彼のその目指した世界と無政府主義者の理想っていうのはやっぱり違うので、この辺りでまた圧力が生まれてくるっていうことになっちゃいます、でいよいよ1890年この社会主義同盟っていうのを脱退しちゃいます。でまた作ります組織を、でこれがハマースミス社会主義協会っていうものなんですけれども、そのハマースミス支部ですね、ハマースミスっていう場所があるんですけれども、そこの支部で自分と同じような志を持った人たちで集まって、ケムル・スコットハウスっていう活動の拠点を持ちながらハマースミス社会主義協会っていうのを作ります、でこの時モリスは会計に就任したみたいなんですけれども、事実上これが最後の政治的なこう活動というか政治組織の結成になりますね。モリスの人生におけるっていう。そうです、モリスの人生において、
結局こうやってずっと活動するけれども何か対立があったりして、揉めてでまた作ってみたいな転々としていくっていう、この行動力もモリスならではかなっていうふうには思いますね。なんかでもやっぱやめたとか嫌になったっていうよりは、こっちの路線がいいとか自分はこう思ってるかこの理想を求めようって行動するんだなっていうのは、なんか見てて感じるかな。すごい感じますよね、なんだろう、こいつちょっと言ってること違うと思うけど、でも世話になったしもうちょっと我慢してここにいるかみたいなことを多分考えないんだろうなっていう、なんか嫌だなって思ったらすぐ離れるみたいな、そういう人なんだなっていうのは思いますね。はい、というわけでモリスの社会主義活動っていうのも、徐々にその収束に向かっていくことになるわけなんですけれども、実際じゃあモリスのこの社会主義活動ってどういう影響があったのかっていう話をしたいと思います。やっぱりこれ後世からの評価なんですけれども、モリスっていうのはこのイングランドのこの初期の社会主義運動ですね、中でもかなり影響力のある人物の一人として評価されているっていうのがあります。やっぱり弁が立ったみたいで、党のその集会だったりとか街角の講演だったりとかすごく人気の演説者だったみたいですね。では、森さんどういうことを言ってたのかっていう話をもう少し掘っていきたいんですけれども、彼が言ってたのはその社会主義は一つの宗教を打ち立てることだっていう話をしていて、やっぱ人々が一丸となって一つのことを信じて行動すべきだっていうことを言ってたみたいなんですよね。で彼が実際に言ってたことなんですけれども、まずは教育の改善ですね。教育を改善すればどうにかなるんじゃないかっていうのはモリスが言ってたんですけれども、っていうのもその人々っていうのがその自分の本当に必要としているものが何かっていう、これを考えれないから粗悪品ばっか買うんじゃねっていうふうに考えたみたいで、そこをちゃんと教育の段階で教えてあげれば、大量生産品も売れなくなるでしょうと、それを知れましょうよっていうことを言ってたりだったりとか、あとはそれぞれの個性ですねを生かした食につけるように、そのお料理だとか船の漕ぎ方とか、なんかそういったものも学校で教えて人それぞれの才能っていうのを発掘できるような教育の現場であるべきなんじゃないかっていうのを彼は言ってたみたいですね。やりたい仕事を見つけるみたいなことだね。そう今というか19世紀ですね、イングランドではどっちかというと誰でもできるような仕事っていうのが労働者のやることのほとんどだったわけで、そうじゃない人の個性を生かせた仕事をやりましょうっていう、だからラスキンとすごく近いこと言ってますよね。でもあとは公教育の重要性ですよね。両親が金持ちだから教育を受けれるってわけではなくて、誰でも同じように教育を受けれるようになった方がいいよねって話をしていましたと。あとは資本家から機械だったりとか技術っていうのを、奪うとまでは言わないんですけど共用で使えるようにしましょうよと。資本家がそれらを独占できないような状況にしましょうっていう、これ極めて社会的な発言だなっていうふうには思うんですけれども、こうやって資本だったりとか技術だったりとかそういったものっていうのを共用化できない限りは、資本主義のこのサイクルから抜け出すことって難しいよねっていうふうに言ってたみたいですね。であとはその労働者の労働の意味の問題ですよね。ただただ働くことっていうのは不幸せな労働ですよねと。まずはあなたは資本家から搾取されてるんだよと、そこを自覚するところから始めて、そうすればじゃあ自分がいかに不幸な労働をしているかっていうのが分かるようになって、じゃあ現状を変えていこうねっていうふうに行動に移していけるんじゃないかっていうことを言っていたっていうのがありますね。どうですかね、ここまで聞いてみて。なんか哲学的な話にもなってくるのかな。なんか人間とはこうあるべきだよねみたいな。でもなんかね、結局そこまで惚れてないと思うんですよね、モリスって。なんかさっきのさ社会主義同盟の話でさ、講演めっちゃしたみたいな中でさ、詩とか散文っていうのかな、とかも発表したっていうのが、なんか今でいうさチップス的にさ、格言的なものだったりとか、っていうのを出してたのかなと思ってその時に、でその文脈で教育っていうのでもみんなが分かりやすいもの、で人はこうあるべきだよね、それが社会主義だよねっていうのをやってたのかなって。そうですね、だから分かりやすい言葉とかを選ぶのが上手だったんじゃないですかね、やっぱり。
人気があったわけで、演説者としてね。だからラスキンの時にね、福音主義的な言葉遣いで人からの共感を得やすかったみたいな話をしましたけど、モリスはモリスでまた別の方法でそういうのが上手だったんじゃないかなっていうのは思いますよね。だから多分バズらせるのうまいんですよね。そうだね、でもモリスってファンいる？いますね、めっちゃ。現代においてはどっちかというとデザインのファンですけれども。そうか、これ感想戦で話そうと思ったけど、いろいろ全体通してなんかラスキンってファンが多くて、弟子じゃないけどさ、ついてくる人っていうのがなんか多いイメージだったんだけど、モリスは同列で仲間を作ってみんなで戦おうぜみたいな感じ確かになんか全体から見えて、なんかそのバズらせ屋さんっていうところがあんまり見えてないからかも、俺が。確かにあんまり弟子を育てるというか後進の教育に一人一人向き合ってっていうよりかは、もっとトゥーエブリワンな感じですね、この人は。社会の作り方をどうしていくか、みんな一人一人の人間とはみたいな、っていうところをなんか考えていったのかなって。そうですね、確かに。あとその作品作れるっていうのもでかいですよね。そうだね。俺のこの思想を元に作ったこのデザインいいだろうっていうのはやっぱり説得力があるし、デザイナーであることの最大限の強みじゃないですか、可視化できるっていうのは。そうだね、ここもラスキンとの違いだよね。そうですね、ラスキンはあんまね作らないんでね、そういったものをね。でも本当に精力的に社会主義者として活動したんだなっていうふうに思うのは、やっぱり日本でも当時どっちかっていうともう詩人兼社会主義者として有名で、詩人ってついてますけど、やっぱり社会主義者としての紹介っていうのがかなりその側面が強かったみたいですね。モリスが日本で。そうですそうです、なんでよっぽど活動してたんだなっていうふうには思います。今だともうデザイナーっていうところがね、やっぱ近代の父って言われてるから。そこが残るんだけども、当時はやっぱ評価が違ったよっていうところですよね。で最後にちょっとユートピアだよりっていう彼の著作なんですけど、これについて話しておきたいなと思います。これもともとは社会主義同盟って入ってた組織があったと思うんですけど、ここの機関紙であるコモンウィールっていう雑誌に連載してた物語ですね。舞台が22世紀のイギリスっていうその未来なんですよ。でウィリアム・モリス本人がモデルになってる主人公なんですけれども、この主人公が19世紀のイギリスから22世紀のイギリスに迷い込んでしまうっていう、そこには理想郷が広がってましたっていう、そういった話なんですよね。で未来の人々の生活を知りながら、そこの住人たちと一緒にテムズ川っていうロンドンに流れてる大きい川ですよね。これを都市部の方から田舎の方に船を漕いで遡るっていう、そういった旅をしていくんですよね。でこれは実際にこの物語を書く10年前にモリス自身が家族たちとテムズ川に旅行行ったみたいなんですけれども、同じような旅をしていて、そこから着想で書いたっていう風に言われてます。でここであれなんですよね、その主人公が訪れる場所っていうのがハマスミスっていうさっきも拠点があったよって話をしたんですけど、ハマスミスっていう場所なんですよね。でそこの未来に訪れることになるっていう設定で、僕もハマスミス行ったんですよ。この間行ってきました。このケルムスコットがあった場所にも行ってきました。で本当にね、川のすぐそばにあって、なかなか立派なお屋敷が建ってたんですけれども、やっぱ川汚いんですよね、テムズ川って。そうなんですね。だからそれとは全然真逆の理想郷が描かれてるんですよ、この本の中には。ちょっと紹介すると、人々がまずめちゃくちゃ若々しいんですよね、物語の中で。自分がすごく年寄りも老けて見えるし、目の前の女性めっちゃ若いみたいな、全然30超えてるみたいな感じでして、基本環境が全部いいんですよ。水とか空気がきれいで、ご飯も美味しくてみたいな。で労働がなかったりとか、でお金もないんですよ、概念として。で商店でもう物を買うという概念すらないっていう、もらえるみたいな。で家具とか衣類とか建築とか全部洗練されてて、いいデザインのものだし、仕事もその苦痛を伴う労働はないんだけども、世の中に貢献する活動として別に定職じゃなくてもよくて、いろいろ季節ごとに、じゃあなんか俺はこの季節はいつもここで草を刈るのが好きなんだみたいな、なんかそういった世界観なんですよね。でなんか見てて読んでて面白いなって思ったのが、女性がそのご飯用意したりとか、男性のお世話をするみたいなことにすごく喜びを感じてるみたいな描写もあるんですよ。だからこれってやっぱり今の時代そんな出版物なかなか難しいと思うんですけど、やっぱ当時のこの男女間のその役割分担みたいな、当時の男性から見た理想の女性像みたいな、こ
こに特にアップデートが入ってないんですよね、未来だからこうなってるだろうみたいな、だしなんかこう作中の若い女性に恋心を抱くような展開まであるんですよね、若干ラブストーリーになってて、だからこう未来がどうなるかなっていう予想をした書物っていうよりかは、こう自分の理想をめっちゃ詰め込んだストーリーだなっていうのは僕の感想ですね。そうだよね、だから今はというかもともとこの真逆があったんだよね、そのテムズ川に。そうですね。やっぱモリスの人生をこうやって勉強してるとかなり女性関係も大変だったじゃないですか、なんかそのあたりの果たせなかった欲望みたいなものが僕はすごい詰まってるように読んでて思ったんですよね、なかなかこのあたりは興味深いなと思ってたんですけれども、でこの物語の世界ですよね、どうやってじゃあそのような理想的な社会主義国家みたいなものが生まれたのかっていう、それをこうおじいちゃんが歴史を語ってくれるみたいなシーンもあるんですよ、でこの世界の中では1952年に決定的な革命が起きたっていう話をするんですけれども、トラファルガー広場の大虐殺っていうその架空の事件があって、でそこで1000人以上死んじゃうようなとんでもない事件があったんですけど、それをきっかけに徐々に世界が変わっていったんだみたいな、民が組織化されていって政府を打倒してみたいな、っていうのがあるんですけど、やっぱりその理想論的なロジックになっていて、なんかどうやってじゃあ社会構造が変わってこう成り立ってるのかみたいなところまでの説明がないんですよ、あんまり。トリガーはあるけどロジックは成立してないみたいな感じ。そう、でこのねトラファルガー広場の大虐殺っていうのも実際起きたこう事件っていうのはモチーフになったりしてるんですよね、弾圧政府のそういった、あるんですけれども、じゃあなんか実際にこのモリスから見た時に絶望的な世の中なわけじゃないですか、これをどうやったら変えていけるのかっていうその具体的なアイデアまでやっぱり彼の中にはなかったんだろうなっていうのを改めてこれを読んで僕は思ったというか、薄いって感じ言葉を、ね、選ばず言うと、薄いというか考えてもやっぱり結論に至ってないし、そもそも考え始めたのが多分遅いんですよね、他のマルクスとかと比べると。そうだね、考えてた時間も少ないですよね、多分人生を通して、という意味でこの辺りがやっぱり限界だろうなみたいな感想は、抱きましたね。そんな感じでちょっと彼の著作の話もしてみたんですけれども、いよいよ次回が最後になります、ちょっと晩年の話をもう少しして感想戦できればいいかなっていう感じで考えております。わかりました。では本日はこの辺で、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。